皆さんこんばんは、さちです。今回はこちらの赤系ポリッシュを使って7月誕生石のルビーネイルをやっていきます。奥行き感があってチュルンとした透明感がとっても綺麗なデザインです。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではスタート。ベースコートは D アップのストロングガードを使いました。まずはネイルホリックの PK043R を使います。スポンジも用意します。今回はメイクスポンジではなくキッチンスポンジを使っていきます。スポンジに少しだけラメをつけて親指の爪先にポンポンします。キッチンスポンジが余分な液を吸ってくれてラメだけがしっかりついてくれます。スポンジに一度にたっぷり塗ってしまうとラメがつきすぎてしまうので、少しだけ塗るようにして何回かに分けてポンポンしてください。こんな感じ。中指と薬指も同じようにして爪先にラメをつけていきます。スポンジが液を吸ってくれるので乾燥時間も必要ないです。スポンジは100均とかで売っている普通の台所用スポンジで大丈夫です。爪の大きさに合わせて小さくカットして使ってください。バランスを見て足りないところがあれば爪楊枝を使って足すようにします。DIA の SE35 番とベースコートを使います。SE35 番を親指の爪先半分くらいに斜めに塗っていきます。しっかり発色させたいので少したっぷりめに塗ってください。カラーが乾く前にベースコートで境目をぼかします。毎回言ってますが、カラーをえぐらないようにハケは寝かせながらぼかすようにしてください。ぼかすときはトップコートでも大丈夫ですが、テクスチャーがサラサラのものを使うようにしてください。こんな感じ。ハケはキッチンペーパーに拭き取ります。他の指もすべて同じように爪先に斜めに塗ってぼかしていきます。ベースコートの量についてたまにご質問をいただくのですが、ボトルの口でハケの両面をさっとしごいてハケに残った量でぼかすようにしてます。ベースコートの量が多いと気泡ができやすくなってしまうので、余分な液をしっかり落としてからぼかすようにしてください。ラメをつけてからカラーを重ねることで奥行き感が出ますよね。表面にラメをつけるよりも奥でキラキラした方が宝石っぽいと思ったので先にラメを仕込みました。この鮮やかなレッドもルビーネイルにぴったりですよね。ここまで鮮やかに発色する赤で透け感発色のものは他にはあまりないので、DIA のポリッシュの中でも特にお気に入りのカラーです。発色が鮮やかすぎて使いにくそうと思うかもしれませんが、透け感があるから重く見えないし、意外とアレンジにも使いやすくておすすめですよ。ここまで塗れたら3分くらい乾かします。チフレの572番とベースコートを使います。ペーパーパレットも使います。パレットがない方はアルミホイルでも大丈夫です。572番とベースコートを1対1くらいで混ぜて薄めます。薄めたものを親指の爪先3分の1くらいに重ねていきます。ハケに少しだけ液を取って濃さを見ながら少しずつ重ねていきます。DIA の赤と自然に馴染むようにトントンと軽くぼかしながら重ねてください。深い赤を重ねることでより奥行き感が増します。こんな感じ。ハケは拭き取ってくださいね。他の指も同じように爪先に重ねていきます。薄めてから塗ることで宝石のような透明感が出るし、点置きしてぼかすやり方よりも失敗しにくいので利き手にもやりやすいと思います。こちらのチフレの赤はハケを拭き取っても色が残りやすいので、汚れても気にならない100均のものを使うのがおすすめです。私が使っているダイソージェネネイルのベースコートがサラサラで使いやすいのでおすすめですよ。
たまに間違えてトップコートを購入される方がいらっしゃいますが、トップコートの方は少し粘度があって使いにくいので、ジェネを使う場合は必ずベースコートを使ってくださいね。ここまで濡れたら3分くらい乾かします。チフレの115番を使います。115番を全体に重ね塗りします。チュルンとした透明感のある青みピンクです。ルビーの画像をいろいろ見ていたらマゼンタっぽく光っているように見えたので青みピンクを重ねました。今回ルビーっぽさをどう表現しようかすごく悩んだのですが、アニメ推しの子の星野ルビーちゃんの目が綺麗なグラデーションだったので、そちらの色味を参考に配色を考えてみました。推しの子のキャラクターってみんな目がすごく綺麗なんですよね。このグラデーションに星を描けばルビーちゃんネイルになりそうです。ここまで濡れたら5分くらい乾かします。チフレの006番を使います。006番を親指の根元に細く重ねていきます。はけ先に少したっぷりめに液をつけて液を置いていくようなイメージで塗るとやりやすいです。端まで一気に塗ろうとせずに少しずつラメを置いていくと綺麗な細いラインになります。根元のガタつきもこのラメで隠しちゃいます。中指と薬指も同じように根元に重ねていきます。この細いラインがルビーの上品な雰囲気にぴったりですよね。ゴールドが少し入るだけで高級感が出る感じがします。こちらのラメは開封したばかりのサラサラの状態よりも何度か使って少しドロッとしてきたあたりが使いやすいです。ドロッとしてくるとラメがびっしりついてくれるのでくっきりと綺麗なラインが描けます。人差し指と小指は爪先に細く重ねていきます。エッジに塗るようなイメージで重ねると綺麗な細フレンチになります。ここまで塗れたら3分くらい乾かします。仕上げにトップコートを塗ります。縮み防止のためにキャンメイクを塗ってからネイリストを重ねて仕上げます。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。ルビーネイルの完成です。宝石のような透明感とラメが奥でキラッと光る感じがとっても綺麗ですよね。手元がパッと明るく見える上品なデザインです。使用したものをまとめます。右手は中指と人差し指のデザインを交換して塗りました。7月お誕生日の皆様をルビーネイルでお祝い。お誕生日おめでとうございます。とっても綺麗なデザインなので誕生月でない方もぜひ真似っこしてもらえると嬉しいです。次回は視聴者さんからのリクエストでゴッホの星月夜ネイルをご紹介します。楽しみにお待ちくださいね。またねー。